1953年1月、アメリカ政府は5人の科学者を秘密裏に招集した。与えられた任務は空飛ぶ円盤の謎を解くことではなかった。求められたのはその逆。物体から特別な地位と神秘性を剥ぎ取ること。これは政府が UFO を沈めると決めた数日間の記録である。記録の出所はアメリカ国防総省の機密解除文書サイト war.gov。資料は CIA 中央情報局が招集した科学諮問委員会の報告書とその議事録である。1952年の夏、首都ワシントンの上空にまで物体が現れ、通報が殺到していた。1947年以降、その数、およそ1500件。およそ2割が説明のつかないまま残っていた。1953年1月14日、CIA 長官ウォルター・ベデル・スミスの指示で5人の科学者が集められた。彼らは数日間こもり、1月17日、一つの報告書をまとめる。その結論は、その後数十年のアメリカの UFO 政策を方向づけることになる。議長を務めたのは、物理学者の H.P. ロバートソン。委員には後にノーベル物理学賞を受けるルイス・アルバレス、電波科学のロイド・バークナー、電子スピンの発見で知られるサミュエル・ガウスミット、天文学者のソーントン・ペイジが名を連ねた。さらに天文学者の J. アレン・ハイネックらが助言役として加わった。彼らに渡されたのは、空軍が記録の整ったものを選んだ75件の目撃事例、調査計画ブルーブックの資料、そして2本の映像フィルムだった。数日をかけて科学者たちはその一つ一つを検証していった。中心に置かれたのが、1952年7月、ユタ州トレモントンで撮影された1600コマのカラーフィルム。海軍の写真解析研究所は、延べ1000時間をかけて1コマずつ分析し、鳥でも気球でも航空機でもない、自ら光を放つ物体だと結論していた。だが委員会は、その結論を取らなかった。半球状の物体は瞬きせずとも太陽光を反射しうる。明るい陽光の下を舞う、カモメの強い反射を映したフィルムも見た。委員会の見立てはこうだった。あれは、鳥であると。そして、一つの原則を記す。立証の責任は目撃者の側にあり、説明する側にはない。他の事例も同じように扱われた。第二次大戦中、戦闘機につきまとった正体不明の光フーファイター。委員会は放電や氷の結晶による反射の可能性を挙げつつ、その正体は未定義のままとした。委員会は全員一致で記す。目撃された物体に国家安全保障への直接の脅威を示す証拠はない。地球外からの飛来については頭ごなしには否定しなかった。いつかそういう日が来る可能性は認める。だが、目撃された物体を宇宙からの訪問者と結びつける証拠は見つからなかったと。ペイジは、天文学の知識に照らせば、地球以外に知的生命がいる可能性は極めて低いと述べている。では危険はどこにもなかったのか。委員会の答えは違った。脅威は空ではなく地上にあると。通報の殺到そのものが危険だと彼らは見た。質の低い報告が通信網を詰まらせれば、本物の攻撃の兆候を見落としかねない。偽の警報が続けば、人々は狼少年に慣れてしまう。そして大衆の不安は、敵国の心理戦につけ込まれる隙になる。空軍が作った地図には、ロスアラモスのような戦略拠点の近くに目撃の集中が見られた。委員会はその理由を説明できなかった。レーダーの誤作動、宇宙船計測器の異常、一つずつありふれた原因へと振り分けられていった。1953年1月17日、報告書は結論を記す。物体に国家安全保障への直接の物理的脅威はない。だが、報告を強調し続けることは、国家を守る組織の正常な働きへの脅威になると。その上で2つを勧告した。1つ、国家の安全保障機関は、直ちに空飛ぶ円盤から特別な地位と神秘性を剥ぎ取ること。2つ、情報訓練。そして公教育の方針を整えること。議事録にはその
公教育の中身も書かれていた。テレビ、映画、記事を使ったデバンキング、種明かしである。手品も、種が分かれば興味を失う、と。ウォルト・ディズニー社のアニメ制作すら候補に上がっていた。報告書の末尾には、5人の署名が並んでいる。委員会の結論を受け、CIA はこの問題について、国家安全保障会議の新たな指令は不要と判断した。報告書は上へと送られていく。国防長官、連邦民間防衛局、国家安全保障資源委員会、そしてホワイトハウスの大統領特別補佐官のもとへ、国防長官に回された一枚の連絡表には、手書きでこう添えられていた。この報告は対応に値すると。こうして、目撃への関心を抑え、淡々と打ち消していく方針は、政府の中で静かに動き出した。ここで見てきた報告書と議事録は、すべて CIA が公式に機密解除し、war.gov で全文が公開されている記録である。2026年6月に公開された一連の機密解除文書の一部だ。この動画は結論を出すものではない。本チャンネルは、アメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介するチャンネルです。彼らは、神秘性を剥ぎ取れと書いた。それから70年余り、今政府はその決定を記した文書そのものを公開している。神秘性は本当に剥ぎ取られたのだろうか。記録はただそこにある。